こんにちは、やすいです。今日の漢字は、林、森、畑、岩という漢字を勉強していきます。まず林ですね。林という漢字ですけれども、これは1、2、3、4、5、6、7、8と書きます。皆さん勉強したこの木という字ですね。木が一本の時、これね、木という字でした。それが林はね、木がたくさんありますよ。これ2本並んでる。これが林という字です。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8。書き順は同じですね。木と同じです。1、2、3、4、5、6、7、8です。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。ここですけれども、普通の木のところはここは払いますね。でも左側の木はここは短く止めてください。短く止めます。読み方は林ね、木がたくさんあるとこ林ですとか、何々林とは林とも呼びます。林ですね。林がありますね。木がたくさんあるとこ林がありますね。前回勉強した竹ですね。竹の木がたくさんありますっていうのは竹林と言いましたね。竹の木がたくさんあります林ね。こういう風にも読みます。日本にはたくさん杉の木がありますね。杉という木があるんですけれども、杉の木がたくさんあるところをね、杉林とかね、杉林とも言います。次の森という字ですけど、これもよく見てください。これも、木が3つありますね。形としては上からです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。木が3つあります。真ん中、ね、一番上のは真ん中にバランスよくね。そして左側と右側に書きましょう。これも4画ずつですね。1234、1234、1234ね。ということで書き順は同じです。12画になります。読み方は森新と読みますね。森ですね。これはもう本当に木がもっともっと多いところ森ね、森って言います。森ですね。だから森林とかね、森とか木が多いところは2つこの漢字を合わせて森林と言います。森林ですね。森の中を歩きますね。森の中を歩きますとか、あとは日本の地名で、この漢字を使ったところがあります。青森県です。青森県ですね。北海道の下ですね。青森県は青森県は、リンゴが有名なところですね。リンゴが有名な、県になります。で、林ね、この漢字木という漢字を組み合わせる、ね、組み合わせるだけで、形また違った漢字が出てきますから、よく見てください。バランスね、ここが真ん中です。あとはこういうバランスとかね。林の場合はこれ、ね、縦に2つ並んでいるパーツが並んでいるように書きます。次は畑と岩という漢字を勉強します。畑ですけれども、この左側と右側ね、書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9画ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、
45678角です、はい、皆さんこれも見て、勉強しましたね。これはひという漢字と田んぼの田ですね。ひという漢字と田んぼの田を合わせた漢字になります。なので書き順は一緒です。1、2、3、4、ね、5、6、7、8、9ですね。と書きます。ここもポイントです。左側のところね、左側のところ、ここは短く、いつもこう払いますけれども、ここは止めて短くしてください。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。読み方は畑とか何々バタね、あとは旗と読みます。例えば、野菜を作るところは畑っていうね、畑でトマトを作ります。畑でトマトを作りますね、トマトを作っている畑のことをイコールトマト畑とかね、トマト畑って言ったりとか、あとは田んぼとかね、畑、例えばお米を作るところね、野菜を作るところね、東京はとても少ないですね。そういう時には田んぼと畑という漢字を書いてね、田畑、例えば東京は田畑が少ないですね。東京は田畑が少ないです。田んぼとか畑が少ないですという意味です。こういう言葉があります。では続いて、岩という字です。岩という字は1、2、3、4、5、6、7、8ですね。1、2、3、4、5、6、7、8。これも皆さん勉強しましたね。ここです。山という漢字と石という漢字がくっついています。さっきも田畑、ね、田畑はひとたが横に並んでいる、ね、パーツがね横に並んでいましたけど、これは縦ですね。縦に山と岩がくっついている。これで岩と言います。岩。数書きます。1、2、3、4、5、6、7、8。漢字の書き方は一緒です。1、2、3ですね。4、5、6、7、8です。岩、岩と読みます。岩とか岩ですね。石、小さい石とか小石って言ってます。大きいね、大きい石、これ岩と言います。岩ですね。例えばオーストラリアにあるエアーズロック、これ大きい一枚の岩ですね。岩ね、これだけで岩の上に、登りますとか、岩の上に立ちますとかね、で岩でできてこう山があります。岩がこう積み上げられている山、岩がたくさんこうあって積み上げられる、これが岩山ですね。岩山。あとは前にも言いました富士山とかね、富士山とかこう噴火する火山の山からこう噴火してね、溶岩がこう流れて固まったところ、ね、これ溶岩と言います。こういうのが岩ですね。どんどんねこうパーツを組み合わせてきますから、だんだん面白くなってきたと思います。皆さんも頑張って練習してください。